椿だぜ。チカなのよ。今回はマーブル VS ストリートファイターをプレイしてもらうわよ。マブ角じゃなくてマブスト。以前プレイしてもらった X メンの後に X メン VS ストリートファイターがリリース。その後マーブルスーパーヒーローズがリリース。その VS として本作が登場したわ。キャプテンアメリカやスパイダーマン、ハルクなんかが登場するな。シュマボラスやブラックハットといった少しマニアックなキャラも登場するわね。そもそものリマロの登場が半端ない異物感醸し出してるだろ。つばちか。はい、先生です。ほい、生徒だぜ。はい、本作は1997年の7月にアーケードで稼働。98年10月にセガサターン、99年2月にプレステと移植されたわ。格ゲーやるならやっぱサターンなんよ。今回はアーケード版に関してのお勉強。本作はとても高いインカムを記録しており、シリーズの中では最もマイルドな調整となっているの。インカムってのはゲームセンターで筐体に入ったお金のことだな。本作はリリース前から非常に高い関心を得ていて、稼働後は普段格闘ゲームをしない層まで本作をプレイしていたの。その理由については知ってるわよね。冒頭でも触れたがノリマロの影響だな。はい、当時とても人気の高かったバラエティ番組トンネルズの生でダラダラ行かせてとのコラボ企画ね。キャラデザインとかボイス、モーションの原案なんかをノリさんが担当していたんだよな。キャラクターの名前も番組内で行われた公募で決められたわ。こうして開発段階から積極的にテレビで広報できたということもあり、リリース後はとても高い人気を博すことにはなるのだけど、純粋なゲーマーからすれば半端ない異物が投入された形にもなるの。マーブルからも相当なクレームが来たらしいな。はい、こんなわけのわからない弱そうなやつにうちのヒーローがやられるのは納得がいかない。初期の契約になかったキャラを無断で出すのはいかがなものかと強く怒られたわ。はい、海外版にはこのキャラはいません。ノリマロの誕生秘話に関しては岡本さんのチャンネルが当然詳しいのよ。当事者だもんな。概要欄にリンクを貼っておくので、興味があったらぜひ見てみてね。その前にチャンネル登録な。はい、ゲームとしてはカプコン得意の格闘ゲームで、おなじみの6ボタンを使用するものとなっているわ。一般層の流入を意識していたのか難易度はかなりマイルドで、簡易操作が可能なイージー操作モードも搭載されているの。ゲーム開始時に選べるイージーモードだな。あれって結局どういうものなんだ？適当にボタン連打していれば難解漢字に必殺技が出るのよ。ボタンの同時押しで超必殺技も簡単に出せるのだけど、エリアル指導技を当てても敵が開かないという弱点もあるわ。そうなのか。簡単操作って部分で間口を大きく取ろうとしていたのかしらね。本作に限らずカプコンの格闘ゲームではオートやイージーといった初心者向けの施策も行われていたわね。スト6でもモダンって操作形態があるみたいだな。昔はそういうの使うのが恥ずかしいって風潮もあったんだけど、対戦として成立するならそれもありだと思えてきたよ。昇竜拳出てない。手事故は減らせるわね。それはそれで言い訳できなくなっちゃうけどな。本作はそれなりにプレイした方かしら。やったと思う。マーブルスーパーヒーローズあたりからそれなりに遊んでる。個人的にはキャプテンアメリカが好きでな。本作にはいないけどアイアンマンも好きなキャラだ。どちらも近年の映画で存在感の増しているヒーローで、今回はカプコン側のキャラ2人でプレイするぞ。ダンのエンディングがとても面白いのでぜひ見てほしいのだぜ。ご存知の通り、とても弱いキャラなのよ。そこは頼れる相棒に丸投げだ。はい、本作はキャラを2人選択するタッグバトル。パートナーとの交代は戦闘中に任意に行うことができるわね。よし、そいじゃま軽くクリアしてやるぜ。つばちか。はい、というわけで恒例のオープニング視聴の儀。はっきり言って私はエリアルがすごく苦手なので、このオープニングでそんなのもあるのか程度に見ていてほしい。エリアルリーグは空中でのチェーンコンボ連携ね。特定の通常技をヒットさせてからの空中連続技、ギルティギアのラストアタックに近いものだと思えばいいわ。あれが苦手なんだよ。本作では前作と比べてエリアルに対するコンボ補正が高めに設定されているの。無理にエリアルを狙わず、超必殺技を絡めた普通の連続技の方がダメージ効率は高くなるのよ。個人的には嬉しい調整だ。はい、カーソルをハルクに合わせてスタートボタンと右入力を3秒、着と強のパンチを同時押し。隠しキャラ、日焼けした桜ね。隠しキャラは全部で6人。特定のキャラの上でスタートと大大きいを3秒、着強パンチ同時押しは同じ手順で。ケイちゃんかわいい。はい、日焼けした桜、海外名ダック桜の特徴を教えてちょうだい。外見上は色違いキャラなんだが、大きチックな技が追加されてるんだ。むしろ前提部分として本作の通常桜がゼロシリーズとは結構違うキャラになっていてな。こっちの桜の方が従来の桜っぽく動けるんだ。対戦相手のブラックハートさんについては知ってるかしら。こんな人知らない。
設定上は地獄王メフィストの息子で、隠しキャラとしてお父さんも登場するわ。初出はデアデビルでスパイダーマンとの絡みがあるのだけど、コミックではゴーストライダーの宿敵として描かれることが多いのよ。知ってるぞ。ゴーストライダーは大好きなんだ。これ終わったら一緒に見ようぜ。ゴーストライダーが好きなんじゃなくて、ニコラス・ケイジの困った顔が見たいだけでしょ。バレたか。ニコラス・ケイジの困った顔にはなぜか元気をもらえるんだ。過酷な現代社会を生き抜くには定期的なニコラス摂取が必要なのだぜ。ゴーストライダーはアマプラで視聴できるけど、2作目の方はレンタル300円になっているわね。はい。ブラックハート3撃破だぜ。チンからやってたのはゲージを貯めていたんだ。出ない。春木殺が出ないのに。3ゲージ使う割に威力が全然ないので無理に狙う必要はないんだが、狙えるとしたら CPU が弱い序盤戦くらいなんだ。危ない。逃げろ逃げろ。コマンドが合ってるのか疑いたくなるくらいでない。出た。コマンドは武器のものと同じね。弱パンチ弱パンチ、前弱キック強パンチ。技の名前は春木殺。読みは同じだが春の字になってるぞ。春には春という読み方もあって、桜は春の花として一般的なのよ。その解説、日本人には不要だからね。英語字幕で視聴している 0.2% のお客様への配慮なのよ。0.2% って少なすぎだろ。1000人中2人だぞ。はい。ステージに対戦相手はオメガレッドとベガ。オメガレッドは終盤に出てくると妙に強いんだ。そういう意味では早めに出てきてくれて助かる展開だ。通常攻撃による対空が妙にうまいのよね。基本的にはあんまり近づきたくない。不破はワイヤー先に当たってる。超必殺ぶっか。乱れ春さね。倒しきれてない。助けて。危なかった。ガードされても隙は少なく威力は高いのだけど、ヒットさせた後に隙が発生してしまうタイプの技になるわね。ついつい頼ってしまう。残すはベガ様のみ。ゼロシリーズ基準のベルベガ仕様。格 S ではまた痩せてたな。あっちのベガ様はボイスが若様なのよ。若様ってのは若本のりおのことだな。サイコクらっしゃい。KOF2002 のオメガルがあるとかもそうだよな。2001のイグニスの商用。ギルティのジョニーとかもそうだな。案外格ゲーで声やってるんだな。ゲージ残ってるから持っていけ。勝ちポーズをスタットボタンでキャンセルしての下い蹴り。 CPU 相手なら遠慮はいらない。ステージ3、対戦相手はチュンリーとウルヴァリン。この2人同い年だったはずがいつの間にかチンリーだけババアになっちまったな。ゼロはパラレルみたいなものだからその設定は忘れていいのよ。っていうか攻撃力えぐいわね。もう倒せそう。チュンリー、弾だけで退場。真空波動拳。ひどい扱いである。そんなに威力は高くないが使いやすい技だな。ビーム属性なので普通の飛び道具なら貫通できるわね。ブルビーは動きがかっこいいんよ。超必殺の一発くらいなら技と食らってやりたい。あかん、飛ばれてる。優しい。ジャンプして弾、地上で弾。昇竜拳暴発。ドリルクロー。キャンセル波動拳。ババババババ。そっちじゃない。最後 X って感じに切る方にして。はい。残りわずかがなかなか削れないウルヴァリン。ああもう。竜巻ボーラセ。それは春一番です。外人ボイスも技名の読み上げちょっとウケる。バリアブルクロスだと2つの技名が合体するわよね。ロマサガの連携みたいになるよな。真空デストロイヤー。お次はタコとダルシムだ。そのタコはシュマボラス。クトゥルフ神話の邪神でドクターストレンジの敵として登場するわ。ドクターストレンジって見たことがないんだよな。映画になってたよね。2016年公開の映画ね。主人公を演じていたのはベネディクト・カンバーバッチ。そんな人知らないぞ。ドラマ「シャーロック」でホームズを演じてた人よ。あの現代版のシャーロック・ホームズか。面白かったな。ちなみにこのシュマボラス、カプコン側からの強い要望でねじ込まれたという経緯もあるの。どういうこと？このキャラをぜひ出したいとマーブルに打診するも、もっと他にロルヤロ的な反応で塩対応だったというが、あまりにマイナーすぎてマーブル側も半分くらい存在を忘れていたという逸話も残されているが、なぜ出したし、カプコン側に相当愛されていたのではないかと言われているわね。マブカプ3においても DLC として参戦を果たしているの。人気キャラを出したいマーブル側は難色を示したのだけど、日本では人気があるキャラだとゴリをしたらしいわ。実際のところ人気あるのか？可愛いと評判でシマちゃんの愛称で親しまれているわ。マジかよ。ハルクと色が被るって理由で前作ではピンク色だったのだけど、本作からは緑色で登場することができたのよ。ここだ、食らえ。当たってねでござる。チェーンコンボもなければ技の性能も低い。ジャンプ性能も控えめね。
露骨に弱キャラなんよね。弾は比較的使える技の一つだ。余裕で潰されてるわよ。竜も剣もいるのに動きと弾、桜も含めれば道義多すぎよね。桜は道義に含めていいのか怪しいでしょ。でも誠は道義だけど道義一族じゃないでしょ。確かにそうね。ダメだ、カスあたり。もうちょっとよ。昇竜拳。それは交流剣なのよ。えらい苦労したがゴム人間を倒したぞ。桜が頑張らないと負けてしまう構成。桜頑張れ。つばちか。つばちか。お次はハルクとザンギです。こりゃまた随分とむさ苦しいのがセットできたな。ザンギはともかくハルクは天然のスーパーアーマーが厄介な敵だ。ハルクも近年の実写映画で一気に認知が広がったキャラね。単体の映画も面白かったし、アベンジャーズの一員としても露出が多いもんな。でっかいアヤンマンと殴り合ってるシーンはすごかったわよね。ゴリアテだっけ。空からパッツが飛んでくるのすごい。超必殺ぶっぱ。これはひどい。まずいまずい、こっちは一人なんだぞ。少なくとも余力を持って一人倒せないと危ない。ザンの存在がノーカウントできさ。どうしようもないだろう。一応のシステムとしては体力ゲージの赤い部分、あそこは交代して休んでると時間経過で回復する部分になるぞ。あと本作ではバッカスシリーズでは唯一スタンゲージがついているの。すごく分かりにくいけど、残り時間の下だな。緑色のレーダーマップみたいな部分がスタンゲージなの。攻撃を受けると黄色いゲージが伸びていって最大に達するとピヨってしまうのよ。やられた。バリアブルクロス2ゲージ使って2人で超必殺技を分化するシステムよ。相棒がダンでは使い物にならないけどな。真空が土建。まだハルクが残ってるが瀕死のはずだ。なんとかとどめを刺してちょうだい。さすがにここから負けたりはしないだろう。やす。はい、たまらしておきますね。真空が同建。手強い対戦相手だったぜ。だんだんせいや。怒りの追撃。ステージ6、キャプテンアメリカとジャンジャパン。ジャンジャパンは違う人だろ。そのうちやりたいわね。ホットリミック。現行機ならスイッチで遊べるんだっけ。そうね。ちょっと今更だけどスイッチ欲しいわね。プレステ5も普通に手に入るようにはなってきたみたいだぞ。先にエアコンよ。そしてパソコンなのよ。エアコンは最優先だな。もうあんな夏はゴリゴリだ。去年の夏は本当に暑かったわね。今年は早めに手を打つのよ。2024年上半期の目標、 YouTube 収益でエアコンをなんとかする。チャンネル登録者1000人超えちまったらよ。今何人とかそういう次元じゃねえのよ。月なんぼなんってことに集約しちまうのよ。1万人登録されてても稼げなきゃ無価値なんよ。そういう下水本音はなるべく隠してね。収益ラインの話で言えば出した動画が4000くらい安定して回ってくれると嬉しい感じになるわ。足りてないじゃん。安定して4000取ろうと思ったらチャンネル規模は8000人くらいね。全然道半ばであることは理解できた。時々でいいのでちょっぴりバズりたい。そう思つばっかであった。はい、普通に竜とキャプテンの構成が強い。体力的には負けてる感じね。ステージ6だったよな。ってことはこの次がボスだったか。はい、ステージ7と8がボスエリア。一般キャラとの対戦は6組となるわ。結局ノリマロ出てこなかったじゃないか。探せばノリマロの動画はたくさんあると思うわ。全力でよそに丸投げするやつ。突き詰めればノリマロだけで1本の動画になるくらいにはネタの塊なのよ。キャラ性能的にはダンよりは絶対強いからな。ちゃんと飛ぶ飛び道具持ってるものね。とりあえずこいつをどうにかしないと。弾を置いておく。謎のクリーンヒット。危なかったぜ。本作の難易度がマイルドって部分なのだけど、難易度は8段階で工場出荷時の設定がかなり控えめなりに設定されているの。デフォがもう低めなんだな。さあ、いよいよ大ボスだ。物理的に大きいっていうか、格闘ゲームとしては珍しいボスだったわね。アポカリクス、キャラ解説よろしく。X 面に登場するヴィランの一人でマグニートを同様、とても重要なキャラクターの一人で人気も高いのよ。古代エジプトの支配者でミュータントに魂を移していた存在なの。なんやかんやってピラミッドに封じられていたのだけど、カルトな人たちの手によって現代に蘇ってしまうの。よくわからんがやべえってのは分かった。とにかく火力で押すな。当たってない。頭にチェーンコンボ入れながらゲージ技を手に入れていく感じ。こいつはガードって概念が存在しないのでとにかく殴れ。ダンに交代。こいつになら当たるだろう。交流劣化。
あんまり強くはないわね。弾あった方が良かったかな。ボコボコにされとるやないか。デンジャー。もうちょっとなんだ。頑張れ頑張れ。チェーンがないのが辛い。弾を置いておく。フルヒットには程遠いわね。よし、なんとか倒したぞ。はい、次はいよいよ最終ボスの登場なのよ。余裕っす。はい、最終ボス、メカボッキ。なかなかにぶっ飛んだキャラ入れてきたよな。カプコンライブでもボッキの威厳を損ねるとの意見も多くなってしたとのことよ。時々飛んでくるロケットパンチが怖い。それ無理だからね。画面端から弾のガード硬直にダッシュ足払い入れてくる程度にはイかれた機動力。なるべく空中からの弾で制したい。エリアル大失敗である。当たると思ってなかったからね。古今東西 CPU が対応に困る技の代表格。ジャンプ中に斜めに打ってくる弾。疾風剣、疾風剣、疾風剣。こっち来んな。エリアル失敗である。あれがどうしてもうまくいかないのです。精進が足りん。やめてやめてやめて。ゴリゴリ削る。アシュラ旋空。特に意味はない。ジャンプ波動拳からの真空波動拳。ちょっと当たった。ちょっとでは困る。残り3割くらいかしら。体力的にはリードしているわ。このくらいは一瞬で消し飛ぶぞ。まずいまずいまずい。昇竜拳からエリアル移行するのずるくない？当たって。カス当たり。あとはダンに任せておけ。回復までの時間稼ぎかしら。できればゲージも2本くらいは残してやりたい。やられる前提で草。大足。あたたた。超いい。撃っちゃった。撃っちゃった。カス当たり。あかんあかん。ガード。耐えれば活用。さすがにこれはいただきもんす。まさかの投げ。頼れるのは投げ技。はい、隠しキャラのエンディングは基本テキストベースになっているわ。謎のダンス。このダンスは通常の勝ちポーズでも見られるものね。ダンのこの勝ちポーズもユリのパロディだよな。ゆゆるっち。このメカ野郎に用がある。ダンは基本的に強キャラが嫌いです。はい、なんかよくわからない怒りをメカボッキにぶつけるダン。とどめを刺そうとしたその瞬間、唐突に現れるダンの妹。その人は私たちのデデン。はい、リュウコエンドです。ちなみに妹さんの名前はユリコなのよ。名前も似てる。他の作品で言えば SNKVS カプコンでダンダデに鳥のミッドナイトブリスを食らうとユリコの姿になるわ。 SNK さんの頂上決戦最強ファイターズではリョウとダンがタッグを組むとコンビ名がやめてお兄ちゃんズになるなど SNK 側からはおおむね好評な設定なのよ。ストリートファイター5においてはショック店員に起用されるなど地味に活躍しているのよ。ダン自体が SNK キャラのパロディだしな。はい、無事にクリアできたところでレビューをお願いするわ。いい意味で普通。シリーズとしてたくさんリリースされることになるタイトル群だからな。特筆して素晴らしいってこともなければ特にここがダメってこともない。格闘ゲームとしては致命的な要素として永久コンボもたくさんあるゲームなんだが、それも含めていつも通りって感じで安心できるタイトルだ。作品元に細かいシステムの差異はあるんだが、ぶっちゃけ誰が出ているのかの方が重要なゲームだ。好きなヒーローが出ているなら遊んでみたい。そんな軽い気持ちで遊んだんでいいんじゃないかな。そういう意味での今の登場も一定の効果があったと言えるわね。実際普段は格闘ゲームどころかゲームセンターに行かない層にまで届いたわけだからな。当時はまだまだテレビの影響力が大きかった時代ね。そんな中でゴールデンタイムの高視聴率番組とのコラボ、特に10代に人気の高かった番組だからな。ゲームの開発過程から番組で密着していたってのも大きいわね。過程を見ているとリリースも楽しみになるよ。今ではおそらく不可能であろう歴史的な企画ではあったと思うわ。大きな物議を醸すコラボではあったが、爪痕はしっかり残せたんじゃないかな。本作を一言で表すと、超一流の門芸。どういうことだよ。シリーズとして期待されていたものをしっかり出してきた、そんな感じ。つばちか。無事にクリアできたところで今回はここまで。この時代の格ゲーはノリでクリアできるから好きだ。当時遊んでいたお店がもうないのは残念ではあるわね。多分ナムコのお店で遊んでいた。あそこの筐体、レバーがちょっと特殊なやつだった気がする。オムロン製のマイクロスイッチね。精密性とも呼ばれているわ。カチカチと入るのが特徴で、格ゲーよりはシューティングに向いているのよ。聞いたことがあるぞ。人によっては精密のレバーの方が好きで、アケコンのレバーを乾燥する人もいるのよ。一般的には3話のレバーが有名だな。
広く流通しているのは3話の方ね。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると干し芋やマシュマロを投げられるわよ。欲しいもは Amazon の欲しいものリスト。何かご支援いただければこの辺の空いてるスペースが賑やかになるかもしれません。マシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ。動画のコメント欄でも全然大丈夫よ。というわけで最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。どうでもいい話だけど椿さんって霊感ある方かしら？全くない。いわゆる霊感。霊的防御力 100% だ。霊感ある人に守護霊とか見てもらってすごいの連れてますねとか言われてみたい。うちの妹見えるよ。でもしょぼかったら嫌なのでこのままでいいです。シュレディンガーの守護霊。